こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃめちゃかっこいい表情かけてますね。冬木さんの作品でタイトルはタバコ。もっとかっこよくさせたいです。服の影の付け方がいまいちわからず、いつも変になってしまいます。どうしたらいいでしょう。目や輪郭、服をお願いしたいです。他にも添削できるところがあればお願いします。とのことです。冬木さん、ご応募ありがとうございます。もっとかっこよくさせたいっていうことなんですが、冬木さんのイラストを見たとき、この人はすごく自分なりのかっこいいという感覚に正直で、その要素を研究して集めてきた人なんだなっていう風に感じました。っていうのは、普通のかっこよさというものからあえて少しずらして、自分なりのかっこいいを表現しようとしている意思を画面から感じるからですね。例えばね、この前髪パッツンのところとか、あとはね、この目元のくっきりした化粧とか、特にね、この下まつげの部分ですね。ここなんか特徴的ですよね。こういうね、ちょっと独特な部分をかっこよさとして表現しようっていうのはそもそもね、かっこよさのど真ん中からは少しずれたところで、それが冬木さんの面白さだなっていう風に感じました。素晴らしいです。でね、今回のどこを添削していくかなんですが、もちろんね、冬木さんがおっしゃる目や輪郭、服の描き方、それと影の付け方もあるんですが、もうちょっと根本的な部分として、かっこいい絵作りって何？っていうのが、まだちょっとね、分かりきってないんじゃないのかなっていう風に思うんですよね。なので今回は、かっこいい絵作りのコツをお伝えしつつ、イラストの添削を進めていければと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。まずね、最初に添削したいのは、キャラを大きく拡大したいってことです。これはね、いつも言っていることですよね。やってみましょう。はい、キャラを大きくしました。添削前は画面下半分に配置されていましたが、ちょっとこれだとね、こじんまりとまとまってしまっていて、あまりかっこよさにつながりません。せっかくね、こんな攻撃的な表情をしているので、その表情にさらにフォーカスを当てるためにキャラを拡大して、全体を大きく見せましょう。それとポーズなんですが、ちょっとですね、この手なんですけど、まあね、少しこう、脱力している感じなんでしょうね。ただね、ちょっとこう、猫の手みたいな感じに少し可愛く見えてしまっている部分があるので、このポーズも少し変えてみましょうか。はい。手をですね、前に持ってきて、筋がよく見えるように黒い布も取ってみました。はい。見比べるとね、こんな感じですね。やっぱりね、筋ってかっこよさにもつながるので、できるだけ見せた方がかっこいい感じがアップしますね。それと、顔にあえて手を重ねることによって、ここにね、空間ができますので、立体感や奥行きを同時に表現することができます。絵的なかっこよさも同時に表現できるっていうことですね。はい、タバコが消えてしまったので、タバコを書き加えましょう。はい、こんな感じです。それと背景の色も少し変えたいですね。やってみます。はい、変更前は濃い紫色でしたが、薄いグレーに変更してみました。濃い紫色の時には全体がダークな感じがしていて、それはそれでね、かっこいいんですが、髪の毛や服も暗いので、一見するとね、こう見えづらさにつながってしまいます。かっこいい云々以前に、見えにくい絵って見ている人の興味を引きにくいです。なので背景は明るい色に変えて、キャラクターとのコントラストさをつけて、シルエットを強調してかっこよさにつなげたい狙いがあります。ただね、そうなると、冬木さんがもともと表現したかった、キャラクターのダークな魅力っていうのが少しね、薄らいでしまいましたよね。はい。なので、そのキャラクターの元々のダークさを増すために、顔に影を落として不穏な感じにしてみましょうか。はい、こんな感じです。顔に影を落としたことで、少しうつむき気味のニュアンスも表現できるので、
ポージングのね、奥行きも同時に表現できると思います。もう少しキャラクターに立体感をプラスしたい時には、こうするのも効果的ですね。はい、頭の上の部分により明るい部分を追加してみました。もともとですね、うっすらついていたんですが、結構ですね、思い切って明暗差をつけないと、特に黒い色の場合には意外と陰影がわかりにくく、立体感を感じない場合があります。ほら、よく見ないとわかんないですよね。遠目から見ると結構ね、一色に見えてしまいます。なので、こんな風に思い切って明暗差をつける必要があるんですね。たまに画面から顔を離して、わかりやすくね、明暗差がついているかなっていう風に確かめながら、ハイライトや影をつけるのがものすごく大事です。さあ、同じく服についても明るい部分を追加していってみましょう。はい、こんな感じです。ちょっとね、体をもう少し見せたかったので、少し上にずらしましたね。このようにですね、陰影を追加することで、結果的にはね、シワを浮かび上がらせることにつながりますので、冬木さんが気にされていたシワの表現もいい感じに見せることができると思います。はい、添削前もですね、結構シワを描かれていたんですが、ほら、こことか。でもなぜか遠目で見るとつるっとしてよく見えなかったのは単純に明暗差が足りなかったり、あとはシワを線で描いちゃっていて陰影で描いていなかったから見えにくかったっていうのがあると思うんですね。さて次は顔の部分の添削に移っていきます。顔はですね、すごく魅力的な表情が描けていて、僕はね、この表情めちゃくちゃ好きですね。でも強いてかっこよさにもっと寄せようというのであれば、こうするのがいいかもしれません。はい、少し目を小さく調整しました。添削前のバランスはすごく目が大きく描かれているので、どちらかというと可愛さに寄っていました。でもね、かっこよさを表現するのであれば、少し小さめの目にして、絵の等身感を少し上げてあげるのが効果的だと思います。はい、まだね、目の添削は続きます。次は目の中身の部分です。こういうのもありです。はい、黒目の描き方なんですが、添削前のようにグラデーションを多用して目を描くとですね、目に潤いを感じさせることができます。ちょっとね、うるうるっと見えますよね。で、これはこれで瞳に存在感が生まれてインパクトを強めることができるんですが、どちらかというと可愛さにつながってしまう場合が多いです。ほら、見比べると添削前の方がちょっと可愛い感じがしますよね。なのでそれを防ぐために、あえて目の中に光を入れず、マットに描くことで、画面のこちら側をキッと睨んでいるような力強い視線を投げかけることができるんです。ただね、これだけだと目の中のグラデーションが減った分、目の情報量が少し減ったような簡素な印象を与えるかもしれません。そういう場合にはですね、ハイライトではなくて、この部分で情報量を足すことができます。はい、わかりますでしょうか？このね、目の縁の部分ですね、この部分。この部分にですね、厚みを持たせることによって、目の立体感が強調できますので、情報量が少し上がったような感じがしますよね。さて、あらかた目の調整が終了しましたので、その他の部分についても添削を進めていきます。目を小さくした分、少しね、輪郭が広めな感じになってしまったので、目の大きさに合わせて輪郭も少しすぼめてあげましょう。
はい、輪郭を少しすぼめて、元々のシュッとしたイメージを取り戻しました。はい、ちょっと細かいですけどね、輪郭に合わせて耳も調整してあります。はい、ただですね、よく見ると、キャラクターを拡大して全体をアップにしたので、少しね、まだ情報量が足りないような感じがするんですよね。そんな時にはこうするのも効果的です。はい、大きくは全然変えていないんですが、髪の毛の際の部分に細い毛を追加してみました。これだけでもね、キャラクターにこうグッと肉薄したような感じが生まれますよね。絵の解像度が一段階上がった感じがします。はい、それとですね、画面全体がグレーと黒の面積がすごく多いので、ちょっと地味だなっていう風に感じてしまう人もいるかもしれません。そんな時にはこんな風に色味を追加してあげても効果的です。はい、紫のマニキュアを追加してみました。これね、ほんのちょっとのことなんですが、これだけでも色が増えたような感じがしますよね。それとこのキャラクターはちょっと俗世間から離れたようなアウトローな感じも魅力の一つなので、これは好みにもよりますが、こんな風にしてみてもいいかもしれませんね。はい、手の甲や手首にタトゥーを入れてみました。最後に非表示にしていた煙を追加していきましょう。こうします。はい、タバコの煙なんですが、添削前は筆の質感が入った荒々しい筆致で描かれていたんですが、あえてこんな風にはっきりと面を分けてベタ塗りで描いて、煙のシルエットをデザイン的に処理してもかっこよさを増すことができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？もうね、顔の表情とかもう全然変わってないのに、結構ね、かっこよさ上がったような気がしませんか？いかがでしょう？今回の添削のポイントは、かっこよさを表現するための絵作りのコツをお伝えしてきました。最初のポイントは、画面に対するキャラクターの配置の大きさ、そして背景を明るくしてキャラクターの輪郭のシルエットを強調することでした。特にこのイラストはキャラクターの表情がすごく魅力的に描かれているので、その部分にフォーカスを当てることによって、さらにかっこよさを強調できると思います。それともう一つ、大事なポイントはやはり目作りの部分でしょうか。可愛いを表現するときには目を大きく、そして黒目に潤いを持たせるようにグラデーションを多用することはすごく効果的なんですが、かっこよさを表現する場合にはその方法論が裏目に出てしまう場合があります。かっこよさを表現する場合には、いつものやり方と逆の方法を取る必要がある場合がありますので、忘れてしまったら今回の添削を参考にしていただけると嬉しいです。最後に煙を追加して添削終了ですね。はい、今回の添削を見ていて、もっとかっこよさのコツを知りたいという人はですね、こちらの動画、気まぐれ添削118、キャラがパッとしない理由も役立つと思います。うまく描けているはずなのになんかパッとしないんだよな、かっこよくならないんだよなって思ったら、これが一番原因だっていう部分があります。その部分をね、重点的に解説した動画になっておりますね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。